油圧系統が全て失われた。操縦桿が固まって動かない。このままでは墜落する。パニック状態の副操縦士の叫び声が客室内に響き渡った。窓の外を見れば地上の景色が刻一刻と近づいてくる。客室内は完全に混乱していた。酸素マスクが天井から落下し、乗客たちの頭上で揺れていた。整備見習いのアルバイト。そんな立場の俺がまさかこんな状況に直面するとは。今日の補充搭乗はただ機体の状態を観察するためだったはずなのに。もうダメだわ。美人キャビンアテンダントが震える声で俺を見つめていた。彼女の瞳には恐怖とかすかな期待が混ざっている。俺は決意を固めた。機長、私に操縦を代わってください。俺の声は意外なほど静かだった。コックピットに入り、操縦席に滑り込む。そして、ここからが奇跡だった。固まった油圧系統、機能しない制御装置、わずかな高度、常識では助からない状況で、俺の名前は三男赤尾。桜航空で飛行機の整備士アルバイトとして働いている。整備倉庫の薄暗い照明の下、ボルトを締め直し、回路をチェックし、油圧系統の点検を丁寧に行う作業を黙々と続ける。三男、今日の点検リストは全部終わったか？声をかけてきたのは整備部の先輩だ。厳しい目をしているが、整備の腕は誰よりも確かで、俺も多くのことを学ばせてもらっていた。はい、すべて完了しています。ハイドロリックシステムの圧力も基準値内です。バイトなのに覚えが早いな。どこかで勉強してきたのか？先輩は感心したような目で俺を見た。父がいろいろ教えてくれたんです。それに、航空機のことを学ぶのが好きなんです。そうか。それじゃあこれから、もっと難しい整備も教えていこう。君なら、覚えられるだろう。宮本さんの言葉に、胸が少し熱くなった。そう。俺の父は、一流の航空整備士だった。幼い頃から、父の仕事場に連れて行かれ、エンジンの轟音や、機体の輝きに魅了されてきた。その音、その匂い、そして、限りなく広がる空への憧れ。俺は手の油を吹きながら滑走路に目をやる。今まさに飛び立っていく飛行機の姿を追いかける俺の胸にはどこか切ない気持ちが去来していた。だけどアルバイト待遇の整備見習いに過ぎない俺が周囲からの信頼を少しずつ得ていることに充実感を覚えていた。俺は機体に手を当てる。俺が守るから今日も無事に飛んでくれ。その日も桜航空のフライトはすべて安全に運航された。それを確認したとき、俺の胸には確かな誇りが浮かんでいた。ある日のこと、俺はターミナルビルへと足を向けていた。運航管理室に書類を届ける必要があったのだ。人々で賑わうターミナルを歩いていると、少し離れた場所で小さな騒ぎが起きているのが目に入った。制服に身を包んだ女性キャビンアテンダントが怒り出した外国人観光客に対応しようと一生懸命な様子だった。黒髪をきちんとお団子に結い上げた彼女は、背は低めながらも凛とした立ち姿が印象的だった。キリッとした顔立ちと透明感のある白い肌が制服の紺色を一層引き立てている。どこか気品を感じさせる美人キャビンアテンダントだ。それでも今は困惑と緊張で表情がこわばっていた。このスーツケースで登場できないとはどういうことだ。馬鹿げている。外国人男性は明らかに規定サイズをオーバーした大きなスーツケースを指さしながら、英語で声を荒げていた。申し訳ございませんが、サイズが弊社の規定を超えています。対応しているキャビンアテンダントは外国語に慣れていないのか、日本語と英語が入り混じってうまく伝わっていない。それでも彼女は丁寧な対応を心がけているのが伝わってきた。大丈夫ですか？思わず声をかけていた。女性キャビンアテンダントは驚いたように俺の方を見た。はい、ちょっと。手伝いましょうか。俺は自然と彼女の隣に立ち、外国人男性に向き直った。お客様、ご不便をおかけして申し訳ありません。機内持ち込み手荷物には、すべてのお客様の安全と快適さを確保するための明確なサイズ制限がございます。このスーツケースは預け入れ荷物として対応させていただけませんか？目的地まで安全にお届けします。今回は
特別に追加料金はいただきません。外国人男性は一瞬驚いたような表情を見せたが、少し落ち着いた様子で応じた。追加料金がないなら、受け入れられるな。だが、乗り継ぎの時間が短いんだ。ミュンヘンの乗り継ぎのため、お荷物が優先的に扱われるよう、個人的に手配します。乗り継ぎカウンターのスタッフがさらにサポートいたします。男性の表情が和らぎ、最終的には納得した様子でうなずいた。理解してくれてありがとう。助かった。俺がキャビンアテンダントの女性に目配せすると、彼女はすぐに会話の流れを理解し、男性の荷物を預かる手続きへと案内した。トラブルは意外なほどあっさりと解決した。一連のやりとりを終え、彼女が戻ってきた。本当にありがとうございました。助かりました。彼女が深々と頭を下げる。整備員の制服を着た俺に対して、そこまで丁寧に礼を言われるのは少し照れくさかった。いえ、たまたま通りかかっただけです。いいえ、あなたがいなかったら、あのままエスカレートしていたかもしれません。それに、英語がとても流暢ですね。彼女は俺をじっと見て、不思議そうな表情を浮かべた。ああ、少しだけ。独学で勉強してるんです。独学で、すごいですね。彼女は桜航空のキャビンアテンダントの制服に身を包み、きちんとした身なりで俺を見つめていた。その瞳には純粋な驚きと尊敬の色が浮かんでいる。私、三川美琴と申します。桜航空のキャビンアテンダント部門に所属しています。三男赤尾です。整備部門でアルバイトをしています。自己紹介を交わすと、彼女の目が少し大きく見開かれた。アルバイトですか？その驚きの表情に、俺は思わず苦笑した。単なる整備見習いの自分が流暢な外国語を操るのが不思議に思えるのだろう。その時、背後から声が響いた。みことさん、こんなところにいたんですか？探していましたよ。振り返ると、パイロットの制服に身を包んだ若い男性。円城俊太郎さんが立っていた。彼は、みことさんに優しく微笑んでいたかと思いきや、俺を冷ややかな目で見た。さっきの見ていたぞ、三男。整備のアルバイト風情が、あれぐらいで調子に乗るな。俺の兄なら、こんな簡単な英会話など朝飯前。5カ国語を操り、どんな状況でも完璧に対応する。なんたって、日本で最も優秀なパイロットの一人なんだからな。俊太郎さんは腕を組み、ますます上から目線になる。みことさんは気まずそうな表情を浮かべていた。俊太郎さん、赤尾さんは私を助けてくれたんです。そんな言い方は。偶然できただけでしょ。俊太郎さんは、みことさんの言葉を軽く流すと、俺に視線を戻した。そもそも、なぜ整備のアルバイトがここにいる？自分の持ち場を離れるなんて、規則違反じゃないのか？運行管理室に書類を届ける途中です。へえ、言い訳がうまいね。その皮肉な口調に、俺は黙って耐えた。何か言い返せば、かえって状況が悪化するだけだ。それよりみことさん、ブリーフィングの時間です。行きましょう。俊太郎は、みことさんの肘に軽く手を添え、彼女を俺から引き離すように立ち位置を変えた。みことさんが迷いの表情を見せる。俺は、微笑みを浮かべた。大丈夫です。俺も仕事に戻らないと。そうだよ。プロは時間厳守だからね。整備のアルバイトには難しい概念かもしれないけど、俊太郎さんは意図的にアルバイトという言葉を強調した。そして、勝ち誇ったようにみことさんを見る。みことさんは困ったように俺を見て小さく頭を下げた。本当にありがとうございました、赤尾さん。どういたしまして、みことさん。俺は軽く手を振った。俊太郎は睨むような視線を俺に投げかけると、みことさんを連れて歩き去った。俺は二人の後ろ姿を見送りながら、深いため息をついた。心の奥底で何かがうずいたが、それを無視するように再び前を向き、運行管理室への道を急いだ。数日後、俺は整備倉庫の奥で配線システムの点検をしていた。ヘッドライトをつけた状態で、細かい基板のチェックに没頭していると、後ろから声がかかった。赤尾さんいらっしゃいますか？振り返ると、そこにはみことさんが少し遠慮がちに立っていた。表情には不安が浮かんでいる。俺は作業の手を止めて尋ねた。どうしました？すみません、お仕事中に。実は、明日のフライトで特別なアレルギー対応が必要な VIP のお客様がいらっしゃって。みことさんは申し訳なさそうに言葉を続けた。どんなアレルギーですか？
複数あるんです。通常の対応マニュアルでは、ナッツアレルギーと貝類アレルギーの両方を持つお客様への対応が明確に示されていなくて、さらに、このお客様はグルテンフリーの食事も必要とされていて、機内食の手配だけでなく、緊急時の対応まで全部確認したいんです。みことさんは手元の資料を広げながら説明した。その内容は確かに複雑で、通常の手順では対応しきれないケースだった。俺は彼女の話を落ち着いて聞きながら、自分の経験と知識を整理していく。多言語の食事制限カードを作成して、客室乗務員全員が共有するといいでしょう。それと、こういうケースでは、機内に搭載されているすべての食品のアレルゲン一覧を事前に確認し、該当するものにはすぐわかるように目印をつけておくといいですよ。また、緊急時に備えて、アレルギー反応が起きた場合の手順を再確認しておくと安心です。特に、国際線では言語の問題もあるので、緊急医療フレーズ集も用意しておくといいかもしれません。俺は以前、国内線でのトラブル対応について学んだことをもとに、具体的なアドバイスを伝えた。みことさんは真剣な表情でメモを取りながら聞いている。赤尾さん、本当にありがとうございます。これなら安心してフライトに臨めます。彼女の表情が明るくなるのを見て、俺も自然と笑顔になった。それから1週間ほど経った夕方、俺が整備部のロッカーで着替えていると、再びみことさんが現れた。今度は少し焦った様子だった。赤尾さん、助けていただけませんか？どうしました？明日のフライトで使う機内アナウンスの中国語の発音が自信なくて。見せてください。俺は彼女が持ってきた原稿に目を通した。確かに難しい発音が多い。大丈夫ですよ。一緒に練習しましょう。約30分、俺たちは静かな休憩室で発音練習をした。一つ一つの単語を丁寧に、時には何度も繰り返しながら、みことさんの熱心さに俺も自然と力が入る。いつも助けていただいて本当にありがとうございます。赤尾さんがいてくれて本当に心強いです。みことさんのその言葉は純粋で嘘がなかった。俺はそれが嬉しくて少し照れながら答えた。いえいえ、お役に立ててよかったです。みことさんは何か言いたげな表情を一瞬見せたものの、時計を見て慌てた様子になった。あ、ブリーフィングの時間です。失礼します。彼女は小さく手を振ると、颯爽と走り去った。その背中を見送りながら、俺は言葉にできないような温かい感情を胸に抱いていた。整備見習いの立場しかない俺に、こんな風に頼ってくれる人がいる。それだけで、日々の仕事がより一層、誇らしいものに思えた。翌日、整備倉庫の隅で作業をしていると、いつもより弾んだ足取りで、みことさんが近づいてきた。赤尾さん。振り返ると、みことさんは両手を胸の前で握りしめ、目を輝かせていた。どうしました？そんなに嬉しそうに。成功したんです。昨日練習した中国語のアナウンス、お客様からすごく褒められました。彼女は小さくガッツポーズをして喜びを表現した。その明るさに、俺も自然と笑顔になる。それは良かったですね。みことさんの努力が実ったんですよ。いえ、全部赤尾さんのおかげです。あの発音のコツがなかったら、絶対にうまくできていませんでした。そんな、大したことじゃないですよ。いいえ、大したことです。彼女はまっすぐに俺の目を見た。失礼な質問かもしれませんが、赤尾さんって、本当にただの整備アルバイトなんですか？みことさんは少し声を潜めて尋ねてきた。俺は少し間を置いた。そして、どこか遠くを見るような目で、曖昧に笑みを浮かべた。俺は空を飛ぶのが好きだから、少しでも飛行機に関わっていたいだけです。その答えは嘘ではなかった。でも、真実のすべてでもない。そうですか。彼女の声には納得していない響きがあった。それでも、これ以上は踏み込まないという思いやりが伝わってくる。ありがとうございます、赤尾さん。またお力添えをお願いするかもしれません。いつでも声をかけてください。みことさんは立ち去ろうとしたが、数歩行ったところで足を止めた。何かを決意したように深呼吸すると、ゆっくりと振り返った。もう少しだけお時間よろしいですか？もちろんです。俺は手元の作業を片付けながら答えた。彼女は近くの作業台に腰掛け、少し遠い目をした。実は、
私、この会社の社長の娘なんです。その告白に俺は少し驚いた。確かに彼女にはなんとなく感じていた気品があったが、まさか社長令嬢だったとは。そうだったんですか？はい。普段はあまり言わないようにしているんです。周りからは、社長令嬢だから優遇されているって見られてしまうから、特別扱いされているとか、実力じゃなく、親のコネで採用されたとか。みことさんの表情が曇った。震える声に、彼女の苦しみが滲んでいる。俺は優しく促した。でも、実際は違うんですよね。はい。入社試験も訓練も、みんなと全く同じものを受けました。むしろ、社長の娘だからという目があるので、普通以上に頑張らなくちゃいけなくて。彼女は小さく拳を握りしめていた。どんなに努力しても、できて当たり前って思われるんです。失敗したら、親の七光って陰口を叩かれ、成功しても優遇されているからって認められない。だから、英語も中国語も接客も安全管理も全部完璧にこなさなきゃいけなくて、それなのに私はまだまだ未熟で。次第に声が詰まってくる。彼女は懸命に涙をこらえているようだった。俺は思わず彼女の肩に手を置きそうになったが、ギリギリで止めた。みことさん、飛行機って本当に不思議な乗り物だと思いませんか？え？彼女は少し驚いたように俺を見た。鉄でできた重たい機体なのに、どうして空を飛べるか知っていますか？みことさんは小さく首をかしげた。揚力ですか？そうです。翼の形状によって生まれる空気の流れの差がこの何十トンもある機体を持ち上げるんです。でもそれだけじゃない。機体の性能だけでなく、パイロット、管制官、そして客室乗務員の力も必要なんです。どんな名機でもそれを操る人がいなければただの金属の塊です。どんなに立派な会社でもそこで働く人の情熱や努力がなければただの看板に過ぎません。俺は彼女の目をまっすぐ見つめた。人は生まれや肩書きじゃなく、その人自身の頑張りや行動が大切なんです。社長の娘だろうと、整備見習いだろうと、それは関係ありません。あなたが今まで流してきた汗や涙。眠れない夜に勉強した時間、すべてが、みことさんという人を形作っているんです。誰かにどう見られるかより、自分がどう生きるかが大事なんですよ。俺の言葉に、みことさんの瞳から一筋の涙がこぼれた。彼女は小さくうなずいた。窓から差し込む夕日の光が彼女の涙を金色に輝かせていた。俺はもう迷わずに彼女の肩に優しく手を置いた。みことさんは本当に立派なキャビンアテンダントですよ。それは誰かのコネでも名前でもなく、みことさん自身の努力の結果です。自分の力を信じてください。きっとその翼でもっと高く飛べますよ。みことさんの手が俺の手の上に重なった。俺たちはしばらくそのまま言葉を交わさずにいた。みことさんの表情は少しずつ和らいでいき、やがて小さな笑顔に変わった。ありがとうございます。私、もう少し自分を信じてみます。赤尾さんみたいに堂々と自分の仕事に誇りを持ちたいです。それが一番です。みことさんは軽く頭を下げると、今度は本当に立ち去ろうとした。だが、またもう一度振り返り、一言だけ告げた。赤尾さん、私の悩みを聞いてくださって、本当にありがとうございました。彼女の顔には晴れやかな笑顔が戻っていた。それから1週間が経ったある日、整備部の主任が声をかけてきた。三男くん、今日は第127便の補充搭乗を頼む。東京大阪間の往復だ。特に機体の揺れや異音があれば報告してくれ。はい、わかりました。任されたのは整備アシスタントとして機内に乗り込み、実際の運行状況を確認する仕事だ。本来は経験豊富な整備士が担当するところだが、最近では俺の仕事ぶりを評価してもらえるようになり、任せてもらえることも増えていた。俺は専用のタブレットを受け取り、早速第127便が駐機しているスポットへと向かった。空港ターミナルを抜け、搭乗ゲートに差し掛かると、乗務員たちが最終確認をしている様子が見えた。その中に見覚えのある黒髪のお団子が目に入る。みことさん。声をかけると彼女は振り返った。俺を見るなり彼女の顔が明るく輝いた。赤尾さん、どうしてここに？今日は整備アシスタントとして補充搭乗なんです。まあ、
それじゃあ同じ便ですね。何かあったらサポートしますから、遠慮なく言ってください。みことさんは嬉しそうに手を合わせた。こちらこそ、よろしくお願いします。おい、三男。低く、冷たい声が背後から聞こえた。振り返ると、俊太郎さんが立っていた。彼の目には明らかな軽蔑の色が浮かんでいる。整備のアルバイトが何の用だ？見学ツアーか何かか？補充搭乗です。整備部からの指示で。俺は淡々と答えた。俊太郎さんはあざけるように笑った。へえ、大したもんだな。整備のアルバイトがどんな観察ができるというんだ？俊太郎さん、赤尾さんは、みことさんが少し困ったように声を上げた。が、俺は微笑んで制した。いいんですよ、みことさん。俊太郎さんのおっしゃる通り、俺はただの整備アルバイトです。でも、任された仕事はきちんとこなします。俊太郎さんは鼻で笑った。兄がいる便なら、こんな素人の観察なんて不要なのに。兄なら完璧に操縦するからな。さて、ブリーフィングの時間だ。みことさん、行きましょう。彼はわざとらしく腕時計を見た後、みことさんの背中に軽く手を添え、先に進もうとした。みことさんは俺に向き直った。赤尾さん、機内でもし何かあれば、声をかけてくださいね。彼女の温かい言葉に、俺はただうなずいた。去っていく二人を見て、俺は深いため息をついた。どうやら今日のフライトは、整備確認以外にも試練がありそうだ。離陸から約30分。巡航高度に達したところで、俺は機内の様子を確認していた。窓の外には青空が広がり、穏やかな飛行が続いていた。タブレットに機体の状態を記録していると、みことさんが笑顔でドリンクを運んできた。赤尾さん、お飲み物いかがですか？ありがとうございます。ではコーヒーを。そのやりとりの最中、機体が突然激しく揺れた。みことさんのトレイからカップが落ち、通路にコーヒーが飛び散る。俺は即座に体を緊張させた。この揺れは通常の乱気流とは違う。まるで機体自体が何かにつまずいたような不自然な動きだった。その時、客室内に警告音が鳴り響き、シートベルト着用サインが点灯した。大変失礼いたします。機長からのアナウンスです。現在少々の揺れが続いております。安全のためすべてのお客様はシートベルトをお締めください。機長の声にはかすかに緊張が滲んでいた。その直後、再び機体が大きく揺れ、今度は明らかに高度が下がった。客室内から悲鳴が上がる。酸素マスクが天井から落下し、黄色い装置が客室の頭上で揺れた。赤尾さん、何が起きているんでしょう？みことさんが駆け寄ってきた。その表情には恐怖が混ざっていた。コックピットに連絡してみてください。みことさんがギャレーの機内電話に向かう間、俺はタブレットで機体の最新データを確認しようとしたが、システムがフリーズしていて、情報が更新されなかった。客室内は次第にパニックに陥りつつあった。子供の泣き声、祈りを捧げる高齢者、スマホで一生懸命に連絡を取ろうとする男性、キャビンアテンダントたちは懸命に乗客を落ち着かせようとしていたが、不安は広がるばかりだ。みことさんが戻ってきた。彼女の顔は青ざめていた。赤尾さん、コックピットと連絡が取れません。内線が機能していないんです。システム障害か。その言葉が口から出た瞬間、機内灯が一瞬消え、再び点灯した。同時に、機体が急激に高度を失い、乗客の体が一斉に浮き上がる。降下する感覚に耐えられず、絶叫が客室内に響き渡った。窓の外を見ると、先ほどまで雲の上だった景色が一変し、地上の景色が見えるようになっていた。それも、刻々と近づいてくる。赤尾さん、もうダメだわ。みことさんの声は震えていた。彼女の目には涙が浮かんでいる。俺は周囲を見回した。他のキャビンアテンダントたちも、もはや取り乱し始めていた。その時、コックピットの扉が勢いよく開き、パニック状態の俊太郎さんが飛び出してきた。顔は真っ青で、制服には大量の汗のシミが浮かんでいる。油圧系統が全て失われた。操縦桿が固まって動かない。機長がマニュアル操作を試みているが、システムが全く応答しない。このままでは墜落する。彼は叫ぶように言った。その言葉が客室内に響き、パニックは頂点に達した。悲鳴と泣き声、祈りの声が交錯する。機体はさらに傾き、窓の外に見える地上の風景が傾いていく。俺はタブレットを握りしめたまま、機内に設置された高度計を見つめる。数字が恐ろしい速さで減少している。5000フィート、4800、4600。このままでは
あと数分で。赤尾さん、なんとかなりませんか？あなたなら。顔を上げると、みことさんが涙を浮かべながらも、俺を見つめていた。その信頼の眼差しに、俺は決意を固めた。深呼吸を一つして、俺は席を立った。みことさん、コックピットに行きます。え、でも。俺は彼女の肩に軽く手を置き、微笑んだ。大丈夫、信じていてください。混乱の渦中、俺はコックピットへと向かった。通路で俊太郎さんとすれ違う。彼の目は恐怖で見開かれていた。どこへ行く？客室で待機していろ。俊太郎さん、機長を手伝わせてください。何？お前に何ができる？返事をする余裕はなかった。俺はコックピットのドアを開け、中に入った。失礼します。コックピット内は、まるで嵐の中心のようだった。警告灯が赤く点滅し、各種警報が鳴り響いている。操縦桿に一生懸命にしがみつく、折原機長の額には、大粒の汗が浮かんでいた。誰だ？折原機長が振り返る。整備の3なんです。状況を教えてください。油圧系統の全面的な故障だ。メインとバックアップの両方が応答しない。手動操作に切り替えたが、サーボが固着している。機体が再び急降下を始めた。高度計の数値が急速に減っていく。機長、私に操縦を代わってください。その言葉に、折原機長は驚きの表情を見せた。何を言っている？こんな非常事態に素人が。私はパイロットでした。確固とした声で俺は言った。折原機長の目が見開かれる。もしかして君は？一瞬の迷いの後、折原機長は席を立った。あと3分で地上だ。時間がない。頼む。俺は操縦席に滑り込んだ。手汗で握った手のひらを拭い、操縦桿を握る。久しぶりの感触に懐かしさと緊張が入り混じった。まず、油圧バイパスバルブを手動開放しようと。俺は素早くオーバーヘッドパネルのスイッチを操作した。同時に両足でラダーペダルを強く踏み込む。しかし、バルブは動かなかった。俺は瞬時に別のアプローチを思いついた。機長、APU の再起動を、そして油圧ポンプの電源を切って再投入してください。折原機長は俺の言葉通りに動いた。警報音が一瞬途切れ、また鳴り始める。効果なし。では、電気系統のリセットを、サーキットブレーカーパネルの油圧制御回路をすべて引いてください。折原機長が後部パネルに向かう間、俺は機体の傾きを最小限に抑えようと、操縦桿と格闘していた。腕の筋肉が悲鳴を上げるほど力を入れて、少しでも機種を上げようとする。サーキットブレーカーリセット完了。一瞬、機体の振動が変化した。よし、効いている。今度は、補助油圧システムの手動ポンプを作動させて。折原機長は素早く指示に従った。ガチャガチャという機械音の後、操縦桿がわずかに動くようになった。俺は全神経を集中させて、操縦桿を操作する。機体は徐々に応答し始めたが、まだ完全な制御は取り戻せていない。このままでは着陸できない。俺は頭の中で機体の構造を思い出していた。何が問題なのか。どうすれば回復できるのか。機長、この機体のサーボモーターは計17型ですか？ああ、そうだ。それなら3秒間、全電源をオフにしてください。俺は操縦桿を一度完全に離し、再び握り直した。全電源を？それは危険すぎる。信じてください。サーボモーターのリセットには、完全に電力を遮断することが必要です。一瞬の躊躇の後、折原機長はメインパワースイッチに手をかけた。3、2、1、オフ。コックピット内が真っ暗になり、すべての警報音が止んだ。心臓の鼓動が耳に響く3秒間。電源オン。システムが再起動する音。そして、操縦桿が手の中で生き返ったような感覚を覚えた。制御が戻ったのだ。俺は素早く操縦桿を引き、急降下していた機体の姿勢を立て直す。窓の外の景色が徐々に水平に近づいていく。高度2000フィート、1800、1700、1600。安定した。折原機長が高揚した声で叫んだ。素晴らしい判断だ、三男君。まだ安心できません。油圧圧力が不安定です。通常着陸は危険です。俺はレーダースクリーンを確認した。鹿児島空港まで40マイル。緊急着陸可能です。管制に連絡する。折原機長が無線機を手に取る間、俺は飛行高度を維持しながら機体の状態を細かくチェックしていく。フラップは使用不可。着陸装置の展開も不安定。俺は
頭の中で緊急着陸のシミュレーションを繰り返す。通常より高い進入速度、長い滑走路、非常ブレーキの準備。鹿児島管制から緊急着陸の許可が下りた。滑走路27を使用か。了解。俺は方向を変え、ゆっくりと高度を下げ始めた。みことさんにアナウンスをお願いします。着陸態勢に入ること。通常より強い衝撃があること。指示があるまでシートベルトを外さないこと。折原機長が客室と連絡を取る間、俺は慎重に機体を操縦していた。手のひらから伝わる微細な振動、耳に届くエンジン音の変化、全身の感覚を研ぎ澄ませて機体と一体になる。滑走路が見えてきた。俺は深く息を吸い込んだ。これが本当の試練だ。着陸装置展開、確認、フラップ10度。これ以上は危険。俺は緊張しながらも冷静に着陸の準備を進めた。進入速度180ノット。通常より40ノット高い滑走路が刻々と近づいてくる。俺は操縦桿を握る手に力を込めた。設置5秒前。4、3、2、1。機体が滑走路に触れた瞬間、強い衝撃が走った。タイヤが悲鳴を上げる音。俺は全力でスラストリバーサーを作動させ、ブレーキを踏み込む。機体が滑走路の上を猛スピードで走る。減速が足りない。滑走路の終端が見えてきた。俺はさらにブレーキを踏み込み、機体の向きをわずかに変えて抵抗を増やす非常手段に出た。機体が震え、きしむ音が鳴り響く。そしてついに機体は停止した。俺は震える手で操縦桿から手を離した。汗が滴り落ちる。止まった。やった。成功した。折原機長の声は震えていた。その言葉を聞いた瞬間、緊張の糸が切れたように、全身から力が抜けていった。コックピットのドアが開き、みことさんが飛び込んできた。彼女の目は涙で潤んでいた。赤尾さん、無事なの？私たち助かったの？ええ、大丈夫ですよ。俺の言葉に彼女はおえつを漏らした。その後ろには呆然と立ち尽くす俊太郎さんの姿があった。客室からは乗客たちの安堵の声、泣き声、そして次第に大きくなる拍手が聞こえてきた。緊張から解放された喜びの声が響き渡る。俺はゆっくりと立ち上がった。足がわずかに震えている。みことさんが俺に駆け寄り抱きしめた。ありがとう。本当にありがとう。彼女の涙が俺のシャツに染みていく。俺はそっと彼女の背中に手を置いた。折原機長が俺の肩をポンと叩いた。三男くん、君は今日197人の命を救った。素晴らしい判断力と技術力だった。窓の外では消防車や救急車のライトが点滅していた。危機は去った。俺は深く息をついた。久しぶりに操縦桿を握った感触がまだ手のひらに残っていた。鹿児島空港の控え室は緊急着陸の喧騒から隔離された静謐な空間だった。窓の外では救急車のライトが点滅し、機体の周りには空港スタッフが忙しく動いている。室内の蛍光灯は柔らかな光を放ち、先ほどまでの緊張が嘘のように和やかな雰囲気に包まれていた。俺は窓際の椅子に腰掛け、まだ少し震える手のひらを見つめていた。操縦桿を握った感触が5年ぶりに手に蘇ったぬくもりがまだ消えずに残っている。控え室には俊太郎さんもいるが、彼は言葉もなく、ただ呆然と空中を見つめていた。赤尾さん、どうぞ。みことさんが持ってきたコーヒーを俺の前に置きながら言った。彼女の目にはまだわずかに涙の跡が残っていたが、表情には安堵の色が広がっていた。ありがとう。コーヒーに手を伸ばしたとき、指先が彼女の手と触れた。一瞬の接触に、互いに目が合い、かすかに頬が熱くなる。赤尾さん、今日こそ教えてください。あなたは一体何者なんですか？あんな技術を見せられては、もうただの整備士アルバイトだなんて思えません。みことさんの瞳には、純粋な疑問と驚きが混ざり合っていた。その問いに答えようとしたとき、控え室のドアが開き、折原機長が入ってきた。三男くん、管制塔からの報告では、乗客全員に怪我はないそうだ。君のおかげで大惨事を免れた。そうですか。それは何よりです。折原機長は俺の前に立ち止まり、まっすぐに目を見つめてきた。三男くん、君は昔天才パイロットと呼ばれた感動航空にいた三男赤尾くんじゃないのか？静かな控え室に
その言葉が落とした沈黙は重かった。みことさんの驚きの表情が視界の端に映る。天才、パイロット？彼女の細い声が俺の耳に届いた。俺は深く息を吸い込み、ゆっくりと吐き出した。はい、そうです。俺は5年前まで感動航空でパイロットとして働いていました。自分の声が意外なほど落ち着いているのに気づいた。折原機長は静かにうなずいた。やはりそうか。5年前、若干25歳で乗務時間2000時間を超え、感動航空のエースと呼ばれていた三男赤尾。空の申し子とも呼ばれていたね。君のことは業界でも大きな話題になっていた。みことさんの目が大きく見開かれた。じゃあ、どうして整備のアルバイトなんかを？一度、空から降ろされたんです。その言葉は思ったよりも淡々と口から出た。俺は窓の外に広がる滑走路を見つめた。どうして降ろされたのか、教えていただけませんか？みことさんの問いは優しかった。俺は深く息を吸い込んだ。長い話になります。そう言いながら、俺は5年前のあの日の記憶をゆっくりと紐解き始めた。5年前まで俺は感動航空でパイロットとして働いていた。俺のフライトは、社内でも評価が高かった。天才、空の申し子なんて呼ばれることもあったが、俺にとっては単に空を愛しているだけのことだった。ある日、いつものように空を飛んでいた時だった。着陸の直前、わずかな振動が操縦桿から伝わってきた。操縦桿を少し左に傾けると、機体の反応が通常より鈍い。エルロン制御系に問題がある。着陸を一旦中止する。天気も良好ですが。副操縦士の疑問に、俺は迷わず、スロットルを前に押し進めた。ゴーアラウンドします。管制に報告を。機体が再び上昇する中、俺はさらに細かく状態を確認した。左側のエルロンの動きが明らかに悪い。このまま着陸していれば、最悪の場合、機体が制御不能になっていた可能性もある。バイパス回路への切り替えで、操縦性はやや改善した。再び滑走路に向かって降下を開始する。300フィート、200フィート、100フィート。滑走路が迫る中、俺は全神経を集中させていた。機体がわずかに左に傾きかけるのを瞬時に補正しながらバランスを保つ。50、30、10。機体が滑走路に触れた瞬間、スラストリバーサーを作動させた。機体は無事に停止した。見事な着陸でした、機長。副操縦士の声には敬意が込められていた。俺はまだ緊張から解放されず、うなずくことしかできない。すぐに整備チームに詳細な点検を依頼してください。エルロン制御系に重大な問題がある。そう頼んでから2日後、整備部からの報告書が俺のデスクに届いた。結果は異常なしだった。俺は思わず二度見した。三男くん、整備班からの報告書は確認したか？後ろから声をかけてきたのは、運行管理部の課長だった。はい、確認しました。よかった。これで問題ないということだな。三男くんは少し神経質になりすぎなんじゃないか？課長は軽く笑いながら肩を叩いた。でも課長、心配しすぎだ。私たちの整備部は日本一の技術を持っている。彼らが問題なしといえば本当に問題ないんだよ。課長は親しげに言うと、他の業務へと移っていった。その夜、就業後も俺はオフィスに残っていた。あの感覚は間違いではない。エルロン制御系に何かがあった。整備部の報告を信じるべきなのに、どうしても納得できなかった。カードキーを使って整備部のオフィスに入室すると、迷うことなく整備記録用のコンピューターに向かった。データベースを検索すると、確かに点検記録が残っていた。報告書通り、異常なしの文字が並ぶ。しかし、前回の定期点検記録を開くと、ある箇所に目が止まった。エルロン作動油交換予定が2月15日と書かれている。今日は3月20日。とっくに交換されているはずなのに、詳細記録には実施の形跡がない。さらに遡ると、他にも予定とされていた整備項目が実際には行われていない痕跡がいくつも見つかった。整備スケジュールと実施記録の間に明らかな矛盾がある。これは、俺の心臓が早金を打ち始めた。さらに深く調べようと、俺は関連ファイルを開いていく。そして、部品管理システムにアクセスしたとき、俺の血の気が引いた。部品交換省略、コスト削減計画対応。そんなメモが何度も何度も残されていた。さらに、
会計データを確認すると、購入したはずの部品代金の一部が何者かの個人口座らしき番号付きで記録されていた。背筋に冷たいものが走る。これは単なる整備ミスではない。組織的な不正と、それを隠蔽するための記録改ざんだ。さらに衝撃的だったのは、その改ざんされた記録に承認印を押している上司の名前だった。安全管理部長、整備部長、そして一部の役員まで。安全を最優先するはずの航空会社で、コスト削減の名目で整備が省略され、部品交換が先送りにされ、その差額が誰かのポケットに入っている。書類をさらに調べると、このコスト削減計画は3年前に始まっていた。経営不振から脱却するための秘密裏の施策だったようだ。天井の蛍光灯が無機質に輝く中、俺はデスクに崩れ落ちるように座り込んだ。想像したくもない事故の光景が頭をよぎる。あの日、俺がエルロンの違和感に気づかなかったら、あの日、天候がもう少し悪かったら、俺の中で怒りと恐怖が交錯していた。毎日、何気なく操縦する機体が、実は危険と隣り合わせだったなんて、同僚たちも乗客たちも、皆知らないまま、リスクにさらされている。俺は頭を抱えた。この事実を公にすれば、会社は大打撃を受ける。多くの同僚が職を失うかもしれない。だが黙っていれば、いつか取り返しのつかない事故が起きる可能性もある。誰かに相談しなければ。そう思った瞬間、信頼できる同僚の顔が浮かんだ。ベテランパイロットの円城銀蔵さん。彼なら適切なアドバイスをくれるはずだ。明日彼に話そう。そう決めて、俺はオフィスを後にした。翌日の夕方、俺は銀蔵さんをクルールームに誘った。人目につかないよう、シフトが終わった後の空いた時間を選んだ。銀蔵さんは感動航空では俺の先輩にあたるベテランパイロットだ。彼の判断力と経験は誰もが認めるところで、俺自身も飛行技術の多くを彼から学んできた。珍しいな、赤尾。こんな時間に俺を呼び出すなんて。銀蔵さんは少し疲れた表情を浮かべながらも、いつもの穏やかな笑顔で現れた。銀蔵さん、すみません。どうしても相談したいことがあって。なんだ、恋愛相談か。冗談めかした銀蔵さんの声に、俺は笑顔で応じることができなかった。整備に関する重大な問題を見つけました。その言葉に、銀蔵さんの表情がほんの一瞬こわばったように見えた。だが、すぐに穏やかな表情に戻る。どんな問題だ？ 445 便の件です。整備部は異常なしと報告していますが、違和感があって自分で調べたんです。俺は昨夜発見した事実をできるだけ客観的に説明した。部品交換の省略、整備記録の改ざん、リベートの痕跡、話しながら銀蔵さんの表情を伺っていた。彼の顔からは少しずつ血の気が引いていった。それは俺の予想した反応とは違っていた。赤尾、その話は誰かに言ったのか？彼の声は普段より低く、周囲を警戒するように視線が動いた。いいえ、まだ銀蔵さんだけです。どう対処すべきか相談したくて。銀蔵さんはため息をつくと、ゆっくりと立ち上がり、クルールームのドアに鍵をかけた。そして戻ってくると、俺の肩に手を置いた。赤尾、お前はいいやつだ。真面目で正義感が強い。だが世の中はもっと複雑だ。その言葉に違和感を覚えた。どういう意味ですか？単刀直入に言おう。その件については見なかったことにしろ。俺の心臓が一拍飛んだ。見なかったことに。でも、これは乗客の安全に関わる問題です。わかっている。だがお前は会社の経営状況を知らないだろう。数年前、うちの会社は経営危機に陥ったが、なんとか破綻を免れてきたんだ。その間、様々な措置が取られた。銀蔵さんの声は冷静だったが、その目は俺からそらされていた。まさか、銀蔵さんも。銀蔵さんは少し苦い表情でうなずいた。俺は信じられない思いで銀蔵さんを見つめていた。尊敬していた先輩がこんな不正に加担していたなんて。でも、こんなことをしていたらいつか必ず事故が。だからこそ、俺たちパイロットがしっかりと機体を見る必要がある。お前のような鋭い感覚を持つパイロットが前線にいれば、それは詭弁です。思わず声を荒げてしまった。銀蔵さんの目が鋭く光る。赤をよく聞け。この件を公にすれば会社は終わる。お前のキャリアも終わる。
誰も幸せにならない。でも安全が。俺たちは何年もこの方式でやってきた。そして誰かが命を落とすような事故は一度も起きていない。選べ赤尾。この件は忘れて、お前のパイロットとしての輝かしい未来を歩むか。それとも。言葉は途切れたが、その願意は明らかだった。脅しだ。窓の外では、夕日が赤く空を染めていた。俺の心の中で、怒りと失望が湧いた後、決意が燃えた。銀蔵さん、俺はパイロットになった時、一つのことを誓いました。乗客の命を何よりも優先すると。たとえそれが自分のキャリアを犠牲にすることになっても、守るべきものがあります。銀蔵さんの表情が一変した。温和な先輩の面影は消え、冷酷な計算が浮かぶ目で俺を見つめていた。後悔するぞ赤尾。後悔するのは何も行動せずに事故が起きた時です。俺はドアに向かった。明日、安全管理委員会に報告しよう。そして必要なら航空局にも。廊下を歩きながら俺は空を見上げた。雲一つない透き通った青空。あの空をどんな代償を払っても安全に飛び続けたい。それがパイロットである俺の揺るぎない決意だった。翌日、俺は重い足取りで安全管理委員会のオフィスに向かっていた。資料をまとめたファイルを脇に抱え、何度も頭の中でどう説明するか整理する。簡単なことじゃない。会社の中枢が関わる不正を告発するのだから。三男くん。振り返ると、運航管理部の課長が小走りで近づいてきた。焦りの色が顔に浮かんでいる。今すぐ会議室3へ来なさい。緊急会議だ。私は今、安全管理委員会に。それは後回しにしてくれ。重大事案が発生した。課長の様子に異変を感じ、俺は彼についていった。会議室のドアを開けると、中にはすでに数人が集まっていた。整備部長、運航本部長、人事部長。そして、社長の姿もあった。全員の表情が硬く、空気が張り詰めている。座りなさい、三男くん。運航本部長の声は冷たかった。いつもの敬意ある口調ではない。俺はゆっくりと席に着いた。何があったのですか？昨日の587便について、深刻な報告を受けた。機体が異常な姿勢から急速に高度を失い、危険な状態に陥ったとの報告だ。え？俺の声が上ずった。587便は、昨日俺が担当した関西行きの便だ。確かに軽い乱気流はあったが、すぐに安定させた。危険な状態には一度も陥っていない。データロガーの記録だ。運航本部長がタブレットを俺に向けた。そこには確かに、一時的に機体が異常な姿勢になり、高度を急激に失った形跡が示されていた。これは違います。こんなことはありませんでした。三男くん、記録は絶対だ。それとも、記録が改ざんされたとでも言いたいのか？運航本部長の皮肉な口調に、俺は言葉に詰まった。三男くん、安全を第一に考える我が社では、今回の件を重く見ざるを得ない。航空局への報告と、君の操縦資格の一時停止を決定した。社長の声が響いた。その言葉に、俺は自分の耳を疑った。社長、これは不当です。私は。十分な調査の後判断する。それまでは君の飛行は認められない。俺は周囲を見回した。誰一人、俺の目を見る者はいない。すべては仕組まれていたのだ。不正を暴こうとした俺を黙らせるために。俺の中で何かが崩れ落ちた。長年憧れ、すべてを捧げてきた空への道が、突然、閉ざされようとしていた。それから1ヶ月が過ぎた。小さなアパートの窓から見える夕暮れの空は、今日も美しく染まっていた。俺はソファーに深く腰掛け、昨日届いた航空局からの通知書を手に取る。そこには、操縦資格の無期限停止と書かれていた。事実上の剥奪だった。調査結果は、すべて俺に不利な形でまとめられていた。操縦ミスは、明白な証拠がある、として、俺に全責任が押し付けられた。この一月、落胆と怒りで何日も眠れない日々もあった。だが今は、不思議と心が静かだった。立ち上がり、キッチンへ向かう。コーヒーを入れながら、窓の外を飛んでいく飛行機の小さな姿を目で追った。諦めるわけにはいかない。独り言が部屋に響く。空を見上げるたびに、操縦桿を握る感触が手のひらに蘇ってくる。どうせなら原点に帰ろう。そう決意して、俺は父が教えてくれた整備の知識を活かし、桜航空のアルバイト整備員として働き始めた。地味な仕事かもしれないが、
それでも飛行機に触れていられる。そして何より、この位置から動けば、感動航空の不正の証拠を集めやすいという利点があった。俺は整備のアルバイトの傍ら、感動航空の整備記録を少しずつ集め、分析していた。クビになる直前に、会社のシステムから密かにコピーしておいたデータもある。不十分ではあるが、異常な整備間隔の延長パターンや、予算削減に合わせて変化する部品交換頻度など、不正を示唆する痕跡はいくつも見つかっていた。だが、決定的な証拠には至らない。銀蔵さんや上層部の直接的な関与を証明する文書も不足していた。でも、諦めない。時間はかかるだろう。だが、真実はいつか必ず明らかになる。俺はまた空へ戻れる。その信念だけが、俺を前へと進ませる原動力になっていた。鹿児島空港の控え室に流れる沈黙は、俺の告白の余韻で満ちていた。窓の外では、救急車のライトがまだ点滅し、緊急着陸した機体を取り囲んでいる。みことさんは言葉もなく、俺の顔を見つめていた。折原機長は腕を組み、重々しい表情を浮かべていた。その静寂を破ったのは、突然立ち上がった俊太郎さんだった。そんなバカな話信じられるか。兄は、銀蔵兄さんはお前がパイロット失格だってずっと言ってた。技術不足で判断力に欠け、プレッシャーに弱いって。俊太郎さんの声は怒りに震えていた。顔は紅潮し、両手は震えている。彼は扉に向かって歩き始めた。どこへ行くんだ？折原機長が声をかけた。兄を呼んできます。兄なら真実を話してくれます。兄は今、この空港にいるはずです。国内線到着ロビーにいると言っていましたから。そう言い残し、俊太郎さんは控え室を飛び出していった。30分後、控え室のドアが再び開いた。そこには俊太郎さんと、そして銀蔵さんの姿があった。5年ぶりに見る銀蔵さんの立ち振る舞いには相変わらずの威厳があった。けれど、目は俺と合わない。銀蔵さんはゆっくりと部屋に入り、口を開いた。今日赤尾が天才的な技術で乗客たちの命を救ったと聞いた。それを知ったとき、俺は自分が何をしてきたのかを思い知った。俺は優秀なパイロットを潰したんだ。もし今日彼がいなければ。銀蔵さんは言葉を詰まらせ、一瞬目を閉じた。その表情には後悔と自責の念が深く刻まれていた。目を開いた銀蔵さんは深く息を吸い込み、初めて俺と目を合わせた。赤尾の言ったことは本当だ。彼を陥れたのは俺だ。心底すまなかった。その告白に部屋の空気が凍りついた。兄さん、そんな、冗談だろ？俊太郎さんの声はかすれていた。銀蔵さんは首を横に振った。事実だ。5年前、赤尾が整備不良を指摘しようとした時、俺は彼を黙らせるために、不正なデータを作り、操縦ミスの濡れ衣を着せた。そしてライセンス剥奪に追い込んだ。その言葉に、俊太郎さんは崩れ落ちるように椅子に座り込み、両手で顔を覆った。兄さん、どうして？俺はずっと兄さんを信じてた。尊敬してた。パイロットになったのも、兄さんがいたからだ。嘘だと言ってくれ。他人を陥れるなんて、そんなことができる兄さんじゃないだろ。俊太郎さんの目には涙が浮かんでいた。銀蔵さんは沈黙し、窓の外に目をやった。そこには緊急着陸した飛行機が救急車のライトに照らされて佇んでいる。すまない俊太郎。すまないで済むか。突然、俊太郎さんが立ち上がり、銀蔵さんに詰め寄る。どれだけの人が危険にさらされたと思ってる。今日だって三男がいなかったら、俺たちは乗客全員が。言葉が詰まり、俊太郎さんは拳を握りしめた。その拳は震えていた。なぜだ？なぜそんなことを？銀蔵さんはゆっくりと俊太郎さんを見た。当時、感動航空は経営危機にあった。コスト削減が市場問題で、整備も例外じゃなかった。最初は小さな妥協だった。この点検は少し先延ばしにしても大丈夫という程度のものだ。だが、それは雪だるま式に大きくなっていった。彼は深く息を吸い込んだ。そして俺にも事情があった。母の治療費、父の介護、家族を支えるには通常の給料では足りなかった。だから賄賂を。俊太郎さんの声は冷たかった。ああ、最初は単なる謝礼のつもりだった。整備部から特別手当として。だが、それも次第に常態化し、額も大きくなっていった。整備部長からは、部品交換を先送りにするたびに、報酬が増える仕組みになっていた。
会社の利益と自分の懐、どちらも満たされる。そう思い込んでいた。一度受け始めると抜け出せなくなる。上層部は君なら理解してくれるといい、脅しと還元を使い分けてきた。銀蔵さんは苦い表情で続けた。俺は自分に言い訳し続けた。事故は起きていない。優秀なパイロットなら機体の不調を察知できる。そうやって両親の呵責から目をそらしてきた。そして赤尾が証拠をつかみそうになった時、俺は恐怖に駆られた。彼は俺の方をちらりと見た。その目には悔恨の色が浮かんでいた。家族のため、お金が必要。会社の圧力。そんな理由があったとしても、命を危険にさらした罪は重い。だから全てを話す。航空局にも、警察にも。その言葉に部屋の空気が変わった。兄さん。銀蔵さんは立ち上がり、俊太郎さんの前で深く頭を下げた。すまない。お前には失望させたな。頭を上げた銀蔵さんの目には決意の色が浮かんでいた。銀蔵さんの懺悔の言葉が壁に吸い込まれていくような重い沈黙が部屋を満たした。俊太郎さんは窓際まで歩み、背を向けたまましばらく動かなかった。肩がわずかに震えている。俺がパイロットを目指したのは高校生の時だ。兄さんが初めて機長として操縦するフライトに乗せてもらった日のこと。あの時、着陸後に兄さんが言ったんだ。パイロットの仕事は命を守ること。それが全てだって。その言葉を胸に、俺は勉強して、訓練して、今がある。兄さんの後を追いかけて。俊太郎さんはゆっくりと振り返った。瞳には涙が光っていたが、一生懸命にこらえようとしているようだった。銀蔵さんは小さくうなずいた。俊太郎さんは深く息を吸い込み、拭いきれない涙をそのままに、まっすぐに銀蔵さんを見つめた。俺はどれだけ兄さんを誇りに思ってきたか。俺の兄は日本一のパイロットなんだって。みんなに自慢してた。学校でも訓練校でも入社してからも。兄さんは俺の誇りだった。だからこそもう逃げないでちゃんと償ってくれ。あの言葉を俺に教えてくれた兄さんにもう一度なってほしい。パイロットの仕事は命を守ること。その原点に戻ってくれ。俊太郎さんの目から涙が溢れ出し、言葉と共に流れ落ちる。銀蔵さんの方にも一筋の涙が伝った。俊太郎。兄弟が向き合う静寂の中、俊太郎さんはゆっくりと顔を上げ、視線を俺に向けた。彼の顔には涙の跡が残っていたが、目は凛としていた。彼は俺の前に立ち、深く息を吸い込んだ。三男、今まで君に対してひどい態度をとってきた。兄の言葉だけを信じて、君の真実を知ろうともせず、偏見だけで判断していた。それが間違いだったと今痛感している。今日君が見せた技術と判断力。あれが、プロの、本物のパイロットの姿なんだな。俺がどれだけ未熟か痛感した。本当に申し訳なかった。俊太郎さんは深々と頭を下げた。部屋に張り詰めた空気が流れる。俺は彼の肩に手を置いた。顔を上げてください、俊太郎さん。彼が顔を上げると、俺は微笑んだ。あなたはお兄さんを愛し、尊敬していた。それは責められることじゃない。真実を知った今、あなたが取った行動が、あなた自身の誠実さを示していると思います。俊太郎さんの目に新たな光が宿った。それは安堵とわずかな希望の色を宿していた。連休明けの朝、俺が桜航空の整備格納庫に入るなり、先輩が駆け寄ってきた。彼の手には今日の新聞が握られていた。三男、見ろよ。どうしました？先輩は息を切らしながら新聞の見開きを広げた。そこに大きく踊る元パイロット冤罪晴れる見込み、感動航空元幹部が証拠提出という見出しが目に飛び込んできた。一瞬、時間が止まったような感覚があった。目の前の活字がまるで幻のように思えた。俺は記事を読み進めた。昨日、感動航空の元上級パイロット、円城銀蔵氏が航空当局に自ら出頭し、5年前に起きた操縦ミス事件について証拠資料とともに自らの関与を告白した。円城氏は整備不良の隠蔽のため、当時の三男赤尾パイロットに罪を着せる形で偽造データを作成したことを認めた。この告白を受け、航空当局は緊急会議を開き、三男氏の処分取り消しを検討することを明らかにした。このパイロットって三男のことだよな。みんな話してるぞ。
そう言ってくれる先輩の声が遠くに聞こえる。その日の夕方、俺は桜航空の社長室に呼ばれた。三男くん、航空局から連絡があった。君のパイロットライセンスの復活審査が早急に行われる、とのことだ。三代川社長。みことさんの父親は満面の笑顔で俺を出迎えた。俺は言葉が見つからなかった。社長は机から一通の手紙を取り出した。炎上銀蔵くんは全ての責任を取って感動航空を去ることを決めたそうだ。彼からの手紙が届いている。社長は封筒を俺に手渡した。その手紙には銀蔵さんの苦悩と決意が記されていた。三男へ、私は全ての責任を取り、今日付で退職した。航空局と検察の捜査に全面的に協力し、相応の処分を受ける覚悟だ。しかし、これで終わりにするつもりはない。罪を償った後は、航空安全の啓発活動に身を捧げたいと考えている。学校や航空会社を回り、私のような間違いが二度と起きないよう、整備と安全の重要性を伝えていく。君の人生を奪った償いには到底及ばないが、これが私の出した答えだ。炎上銀蔵。俺は手紙を静かに折りたたんだ。社長は真剣な表情になった。三男くん、君のライセンスが正式に戻ったら、ぜひうちでパイロットとして働いてほしい。君のような技術と判断力を持った人材は、どこの航空会社も欲しがるだろう。ぜひ、桜航空で力を発揮してくれないか。その言葉に、俺は驚きと感謝で胸がいっぱいになった。社長、本当にありがとうございます。ぜひお受けしたいです。まずは、整備士としての仕事をきちんと終わらせて、その後訓練からやり直そう。全力でサポートする。社長との話を終え、廊下に出ると、そこには俊太郎さんが待っていた。三男、時間いいか。俊太郎さんに連れられて、俺は空港の展望デッキへと向かった。午後の陽光が滑走路を明るく照らし、飛行機が次々と離陸していく。彼は俺に向き直った。三男、俺は改めてパイロットとしての自分の道を考えた。これまでは兄の後を追うだけだった。でも今は自分自身の道を見つけたい。自分も正しい道でパイロットを続けたい。あの危機的状況での冷静な判断力と技術を持った君のような命を守れるパイロットになりたい。俊太郎さんの目には迷いがなかった。彼は深く頭を下げた。どうかこれから指導してほしい。俺は君を心から尊敬している。はい、俺でよければ何でも教えますよ。俺たちの目の前で一機の旅客機が空へと舞い上がっていく。広い空は俊太郎さんの新たな出発を見守るように澄み渡っていた。夕暮れ時、帰路に着こうとした俺の前にみことさんが現れた。みことさん、今日は遅くまで勤務だったんですか？はい。でも、それだけじゃないんです。あなたを待っていました。彼女はそっと手を伸ばし、俺の腕に触れた。その指先がかすかに震えているのが伝わる。パイロットライセンスの件、父から聞きました。本当によかった。風が俺たちの間を吹き抜けていく。みことさんの瞳には夕日の光が美しく映り込んでいた。俺は穏やかに微笑みながら遠くの空を見つめた。ありがとうございます。まだ手続きは時間がかかるだろうけど、希望が見えてきました。もう一度空を飛ぶことができるかもしれない。今度こそ俺は本当に大空を守れるパイロットになりたい。飛行機が滑走路から離陸していく音が遠く聞こえてくる。みことさんが静かに言葉を紡ぎ始めた。あの緊急着陸の時、私は本当に怖かった。もうダメだと思った。でも、あなたがコックピットに入った瞬間、不思議と安心できたんです。あの時のあなたの背中は本当に頼もしかった。私、そこで確信したんです。あなたのような人こそ、乗客を守る真のパイロットだと。ゆっくりと、みことさんは俺に向き直り、まっすぐに目を見つめた。彼女の言葉がまるで天使の祝福のように、俺の胸に降り注ぐ。彼女の目から一筋の涙が流れ落ちた。思わず、俺は彼女の方に手を伸ばし、その涙をそっと拭った。俺も、あの時、あなたのそばにいられてよかった。みことさんは小さく微笑み、俺の手に自分の手を重ねた。夕焼けに染まる雲が、俺たちの上を静かに流れていく。赤尾さん、あなたがパイロットとして戻るとき、私も同じ便で働けたらと思っています。一緒に空を飛びたい。その言葉に込められた思いに、俺の胸が熱くなった。
もちろん、そうできたら最高だ。みことさんが少し恥ずかしそうに顔を上げた。思わず俺は彼女の肩を抱き寄せた。彼女は驚いたように俺を見上げたが、すぐに微笑み、そっと身を寄せてきた。そこには言葉にできない安らぎがあった。行きましょうか。みことさんが囁くように言った。うん、行こう。俺たちは肩を寄せ合い、帰路を共にした。終わりではなく、新しい飛行の始まり。俺たちの前には無限の空と、これから紡いでいく物語が待っていた。真実はいつか必ず明らかになる。この言葉を俺はずっと信じてきた。パイロットとしての資格を不当に奪われ、死に落とされても、俺は空への情熱と真実への誠実さを手放さなかった。整備士としての日々は、ただの逃げ場ではなく、真実にたどり着くための一歩だった。時に真実は痛みを伴い、時に誠実さは裏切られる。それでも、自分自身に嘘をつかず生きることで、最後には道は開ける。今、再び空へ戻る機会を得たのは、運や偶然ではない。真実を諦めず、誠実に生き続けたからこそだと思う。どんな困難も、信じる心があれば乗り越えられるのだ。